The first day I saw you since long ago, I still remember it was so cold, and you were warm and I with some green tea. You asked me, can you lend me sugar? You grabbed the chicken bowl and shook her, and you put all the sugar right on me. And what a crash, what a crash.今日はこれから仕事するんですけど、急ぎの仕事はだいぶ片付いてて、ただだいぶ期限があるやつを先にしとかないと後々ハモりまくって地獄を見たことが何度かあるので、そういうのをやっていこうと思います。なんでショート動画を何本か作って納品して、で午後はちょっと買いたいものがあるんで少し外出しようかなと思ってます。でまた帰ってきてから少し作業して感じにしようかなと思います。Passing by in the street, but this mind at me. They already know, but there's a light in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can just stop hiding out. Who knows where open us in?
はい、さっき帰ってきて、帰ったら仕事が1件来てたので、ちょっとそれを終わらして、それから夜ご飯作ろうかなと思います。So the sun can just stop hiding out. The windows will open and sing like pearls that are spreading wings. And I spread you right across the street like a song that is playing just for me. We'll know and we'll smile as if we knew. All this time I was waiting for you. The sky will spread open its clouds, so the sun can just stop hiding out. The windows will open and sing like pearls that are spreading, that are spreading.はい、今日も引き続きフォト動画の量産と、あと一つのチャンネルはシナリオ書くところからやる動画があるので、それのシナリオ書いたりする一日になるかなと思います。今日は晴れてるので筋トレじゃなくて昼過ぎぐらいに外に散歩に行こうかなと思ってます。はい、最近買ったものを紹介したいと思います。しばらく前から抹茶を立てたいなと思っていろいろ茶器とか調べてたんですけど、なかなかネットでこれだっていうのに巡り合わなくて、そしたらこの前太宰府に行ったんですけど、その太宰府の参道のちょっと脇、ビームスジャパンがあるんですけど、その奥にもう1店舗あって、でそこがインテリアショップというかセレクトショップなんですけど、そこで一目惚れしました。めちゃくちゃ気に入ってます。
まだ使ってないけど、もう全然知らずにただ一目惚れで買ったんですけど、イタリアの作家さんでグイド・デザンさんっていう方の作品みたいで、元精神科医の作家さんで、今はこういった器とかあとオブジェとかも作ってる。色味とかデザインとか全部が好みすぎて、ほんと一目惚れで即決レベルでした。この茶器が見つかったんで、他のも揃えようってことになって、こっちのセットを Amazon で買いました。サジと茶筅は同じセットで買ったんですけど、ちょっとさっきなんかすでに中身出ちゃってて、そこは残念だったんですけど、でなんか使う前にこれが乾燥したまんまだったら割れちゃうらしいんですよね。なんでしばらくお湯につけて、でその後使うらしいんですけど、熱消毒みたいなのもできるから、まあまあこれは今サジとかも OK るし、変な癖がついてしまわないようにここに使った後置くらしいんですよね。こっちがちょうどこれも作家さんの展示をしてて、夫と一緒に一目惚れしたんですけど、パロサントってこれ香木なんですよね。すごいいい香りがする木なんですけど、でそれを火つけた後に置いとく。これも器が革なんですけど、ちょっと燃えにくい加工をしてるらしくて、でもし燃えたとしてもバッと燃え広がないみたい。下にはサンゴがあって、この砂は奄美大島の砂らしいです。あともう一つ買ってたんですけど、今マッチ入れてるんですけど、元々は副菜とかを入れる器で、島根県の湯町釜っていうところで作られたものみたいです。20年前ぐらいにも作られたもの。昔はなんかこういうまばらなものが多かったらしいんですよ。で今は逆にもうこのまばらを作らないように綺麗にやるっていう技術が主流らしいんですけど、まだこの頃はこんな感じでまだらなんですよね。でもこのまだらがすごい可愛いというかかっこいいなと思って、その店主さんにいろいろ聞いてもらったんですけど、島根県とか鳥取の方がこういう工芸品が多いらしくて、窯も何個もあるらしいんですよね。で私もとも神社とかも好きで、神社だったらあそこがある、なんだっけ、伊勢神宮だっけ、そこ行ってこういった陶器系の窯を巡る旅を計画するのもいいねってなってます。と今金曜日の12時半なんですけど、今日は午前中に結構仕事がはかどって、企業さんのショート動画を何本か作ってさっき提出しました。なんで今から散歩行って、でそのまま夕食の買い出ししてこようかなと思います。ダイエットやる作業をずっとしてたんですけど、今雨の日はストレッチとかして、晴れてる日は20分だけでも歩くみたいなのをやってて、それが1週間半続いていること自体が本当に珍しいというか、あと食事も最近ちょっと気をつけてて、今までは炭水化物ドーンにお肉ドーン、野菜は時々っていうのが正直な感じだったんですけど、炭水化物減らしてお野菜とか副菜とか作る大嫌いだったんですけど、それを頑張って、で毎日買い物行ってやってたのを今週2回しか行ってなくて、自炊めっちゃ頑張ってるんですよ。まだ体重は減ってないんですけど、でもなんかお腹の調子とかも全然変わってきてて、
いい兆候なのかなと思って続けようと思います。ということで、雨降る前に行こうと思います。それか。そっか。じゃあもうこれでちょこちょこスタートしたらいいね。スタートいいよ。美味しそう。入れもかわいいよね。かわいい。ホワイトチョわかんない。コ。味のわからないやつだ。待って、でもね、フーベクラス。先端すぎた。ここだけ味が違うんじゃないの？かもしれない。食べてみな。美味しい。今、夜中の2時26分。夜中の12時前までかな。結局動画の編集して、でも全然今回苦痛じゃなくて、もうこれやっときたいからやるっていう感じで編集できたんで、それは良かったです。もう目が冴えまくっちゃって、もう寝ようと思っても冴え渡ってるし、アイディアはバンバン浮かんでくるし、こうなったら目としてもずっと考えちゃって、この考えてることを忘れないようにひたすら頭の中ぐるぐるしちゃうんですよ。もうこの対処法は分かってて、もうとにかく今頭の中に考えてることを全部書き出したら、なんかすっきりして、しかも考えたことが残るから、また続き考えられるみたいな、忘れずに考えられるっていうなって安心して寝るっていうのが毎度のことなので、書き出そうと思います。210。あ、ごめん。それは難しかった。やばい、やられた。
カチカチするの。かわいい。カイフランク店記念アイテム、ピーママ。かわいい。待って、これかわいい。かわいい。これもカイフランクさん。かわいい。パーツ、とりあえず大きいの分ける。でででーん。今回のカイフランク店すっごく良くて、なんか気になるなと思って今回行ってみたんですけど、実は自分が好きなデザインとかのかなり関係してる人で、しかも考え方とか発明したものとかもすごくって、まずそのフィンランドのデザイナーさんで行ったらに勤めてたし、その後もアラビアっていう同じ系列かなの陶器のメーカーで長年デザインされてた人、もうまさに最近買って使ってるところと関係があったりして、もうまずそこも衝撃っていうかびっくりしたし、時代的にそれまでの食器とかのデザインってめちゃくちゃ豪華な宮廷料理みたいな豪華な感じだったんですけど、その戦争とかいろいろあって土地が制限されて、すごい小さい住居の中で暮らしていくしかないっていう時代だったらしいんですよね。新しくデザインしたものはこう本当に今のお皿みたいな重ねられるデザイン、実物見たけど差がすごいし、急に今の時代になったなみたいな。みんなで作ったものだから僕だけの名前じゃなくて工房の名前にしませんかみたいな。それもやっぱその時代ではだいぶ珍しいタイプだったっていうので、最後に壁にカイフランクさんの言葉が書かれてて、私にとって大切なのは自分自身が欲しいと思えるものかどうかだっていう書かれてて、もうほんとそういうの大事にしなきゃなっていうのをひしひしと感じました。はい。あれからご飯食べて仕事してたんですけど、どうしても言語化しておきたいなと思って、こんな感じになりました。なんでその自分自身が欲しいと思えるかっていう言葉にぐさぐさきたのかなっていうのが、ものづくりをしている人にこの言葉刺さるんじゃないかなと思って、私自身がその今の仕事、本業の方でこれを完璧にするって多分ほぼ不可能というか、素材も時間も決まってる中でどれぐらい入れられるかなっていうような感じなんですけど、例えばサムネイル作る時とか企業さんの作って公開する前に、これ私見たいかなって思いとどまること結構多いんですけど、そもそも企業さんと自体
その分野のに興味持てないのももちろん普通にいっぱいあるんですよね。なんで多分心から見たくなるようなっていうのはほぼほぼ難しい。それでも自分が見たくなるところまでで考えたサムネってやっぱ最初のよりずっとデザインも見た時のおってなるような感覚もやっぱずっといいんですよね。もちろんそれでも回数少ないのもあるんですけど、でも本業は心から見たいもの作りっていうのはなかなかできないんですけど、今やってるこのチャンネルとかは本来それができるものし、それをしたくて始めたのに良くも悪くも本業の流れになっちゃってて、なんかできてないところもあるなっていうのを最近よく思ってて、ちょっとずれちゃうんですけど話が。私自身が人に合わせてきすぎて20後半になっても自分の好きがわからないところがあったんですよね。自分がわかんないと本当に何もかも自信が持てないんですよ。自信が持てないとどんどんネガティブな方向になっちゃう。で、それでちょっと自分自身を見つけ出そうみたいなちょっとね、そういう感じになって、その頃ちょうど Vlog とかが流行りだしてたんですよね。で、いろんな人の人生とか生活を見れるじゃないですか。この人のはちょっと作り込みすぎてて苦手だなとか、ここは共感できるなっていうのが分かるようになってきて、まず嫌いの部分とかを分かったら逆に好きが分かってくるから Vlog とか見漁ってたんですよね。で、その中で何人かすごい好きだなとか、なんか同じ感覚の人がいるんだっていうのをここでやっと気づいたんですよ。それまで本当夫以外、夫と妹ぐらいかなっていう。だからそこが衝撃だったんですよ。で、その好きだなと思った人たちの共通点が、自分の好きを一生懸命楽しそうに話す人たちだったんですよね。大げさに聞こえるかもしれないんですけど、そのブログに見始めて、やっと自分自身が見えてきて、生きやすくなったし、あと普段の生活自体が楽しくなってきたんですよね。私もそういう人たちみたいになりたいなと思って Vlog 始めたんですけど、そうやって思って始めたのに、自分の好きなものとか思ってることとか、こういうふうに言葉にしないと同じような考えの人に出会えない、気づいてもらえないのに、そういうの出してなかったなと思って、でそれでちょっと最近喋りの多い動画を売り出したんですよね。で、やっぱそのアンチコメントとか視聴回数の維持率とかがやっぱ怖くって、でもそこをやっぱ本末転倒させちゃダメだと思って、そういうスタイルを練り直そうって思ってる時にこの言葉を見たのでめちゃくちゃ刺さったんです。っていうのを伝えたかったんです。はい、すっきりしました。ね、またちょっとずれるけど、MBTI っていう診断あるじゃないですか。あれで INFJ の A って人類の中で一番比率が少ないやつだったんですよ。そりゃ出会わないわけない。そういう INFJ の解説動画のコメントでしか出会わないんですよね。もう頭の中でめちゃくちゃいろんなことを断片的に考えちゃう。でそういう人はもう本当に最近私モーニングノートとかも始めたんですけど、書き出して言語化して頭から出す。しかもそれをちょっと記録しておくと、そうだったなってこう思えるし、頭に隙間ができる気がしていいなと思うので、ちょっと同じような人はやってみてほしいなと